皆さんこんにちは。今日は以前起きたニホンヤモリの病気についてお話しするのだ。何の病気？クル病って知ってる？クル病？我が家のニホンヤモリチックちゃんがなってしまって、それはかわいそうな思いをさせたのだ。あら。その時に奇跡的に治ったから、今日は振り返りをしようと思うのだ。わかったわ。病気になってしまった時、必死に看病して治ったんだけど、獣医さんにかかることなくあくまで自己流なので、そこだけは注意してみてほしいのだ。この番組は爬虫類をもっと身近に、人類爬虫類計画がお送りするのだ。ちょっと壮大すぎやしません？これくらいでいいのだ。この日、みんなで仲良く遊んでいた時、チックちゃん一人だけ壁によじ登れなかったのだ。ただ、卵がお腹の中にいるから重くて登れないのかなと考えていたんだけど、その後、足に不自然な傷のようなやけどのようなものができていた。なんだろうと見てみようとしたら、急にひっくり返り痙攣、10秒くらいガクガク震えていた。これはクル病だととっさに思った。なんで思ったの？放卵するとカルシウムが失われやすいこと。クル病は痙攣が起きるというのをネットで見ていたのだ。すぐさまチックちゃんだけを隔離し、登るものを一切除去したプラケースに移した。なんでそうしたの？痙攣してからチックちゃんは足がだらんとし、力が入らなかったのだ。クル病になると骨がもろくなるので、ラバーマウスにもなった。チックちゃんの場合はゆっくりではなく、痙攣が起きた日に一気に顔が変わった。これは今でも治ってないのだ。痙攣前日、ただ滑っただけかと思ったけど、この日に気づいてあげたかったのだ。そこからが大変。放卵中、食欲をなくして産卵したはいいものの、ガリガリに痩せていたのだ。骨がうっすら見えてる。とにかくカルシウムと栄養を与えねばと必死だったのだ。その時はレオパドラHに次ぐカルシウム、ビタミン D、マルチビタミンをごくごく飲めるくらいサラサラに溶かし、1日4回に分けて与えたよ。栄養とカルシウムはわかるけど、ビタミンって？日光不足になるとビタミン D が足りなくなり、クル病になるのだ。それ以外にもビタミン C、マグネシウムなんかも吸収を高めると言われている。人間の場合だけどな。野生の子をお迎えしたから最初は注射器も拒否した。だけど顎の骨がもろくなって何も食べれないことを悟ったのか、2日目くらいから頑張って飲んでくれるようになったのだ。それと UV ライトを速攻買った。お日様じゃダメなの？一番はお日様だけど、この頃は真冬だった。しかも日当たり最悪のボロアパートだ。看病から数日、チックちゃんがやっと壁に張り付いた。この日から液体を徐々にドロドロにしていって、小さな虫を入れていった。少しずつ活動の範囲、ご飯の時間や回数、硬さを戻していったのだ。この頃はもう活動も餌も普段通りに戻ったのだ。口の形が変わったけれど、うまいこと餌を食べれたのね。どうしたの？油断したら太った。誰これ？多分ミルワームが呪いからそればかり食べ過ぎたのだ。今回のことで分かったことは、夜行性でも1日10分くらいは紫外線を浴びた方がいいこと。放卵すると今までのカルシウムサックが想像以上に一気にへこみ、一気に消耗すること。普段のご飯にカルシウム含有量の多いわらじ虫をラインナップに入れるなど、普段からできることはまだまだあるのだ。私たちもグレードアップしなくちゃね。みんなの体験談を教えてくれると嬉しいのだ。この番組は爬虫類をもっと身近に、人類爬虫類計画がお送りしました。ちょっとかぶってる。小さいことは気にしないのだ。